この霧はただの霧じゃない。お嬢さん、俺のそばを離れるな。フェリチート。兄弟のもてなしは丁重にしなくては。運命の輪、そして我がファミリー。ようやく出会えた。気がついたか、お嬢さん。ああ、今は状況の把握が必要だな。自分の名前はわかるか、フェリチータ。大丈夫そうだな。では質問に答えよう。ここは乗り込んだ船の中にある客室だ。さて、どうやら俺たちは幽霊船の客室に招待されたようだ。この船の主はこの部屋でゆっくりしてほしいのかもしれんが、あいにく掃除の行き届いていない船に長居する趣味はなくてな。俺の船長室をよく知っている君ならわかるだろう。霧に包まれた先で意識のない君を見つけたとき、正直肝が冷えたよ。無事に目が覚めてよかった。お嬢さん。フクロウタが知らせてくれたおかげだな。さて、お嬢さんが気を失っている間にいくつか分かったことがある。ここにある海図に見覚えのないサインがあるだろう。これは俺の祖国で使われている文字だ。つまりこの奇妙な船はノルドから来た船だ。奇妙なんてものじゃない。霧に包まれている上に船員のほとんどは君も見た通り骸骨たちだ。船の特徴から考えるに幽霊船の一つであることは間違いないだろう。であれば船に乗る者も全てあの呪われた地の一人。俺は彼らを助けてやりたい。そうだな。俺も考えてないわけじゃない。この幽霊船が今ここにいること、レガーロに呼ばれたことが最大の理由だ。タロックを宿した身の責任は取るつもりだからな。相手が誰であれ、言われなき苦しみを持つ者にはこの手を貸すつもりだ。お嬢さんは俺の判断が不満なのか？あの霧がこの状況を作り出しているとしたら厄介な話だが、考えてもみろ。普通の人間ならともかく、大アルカナを持つ身なら骸骨も幽霊も相手ではない。
船の主の真意を探り脱出を図るのはそう難しいことではないだろう。なに、さっきも言ったが長居はしない。いくら船の上が性に合っていると言っても好んで幽霊船に居座る気はないさ。俺の一番居心地がいい場所はレガーロ島だからな。フクロウタもそう思うだろう。はあお嬢さんの友達は分かっているみたいだぞ。まあこいつは空が一番居心地いいんだろうがな。そうか。前言撤回だ。俺は笑顔のお嬢さんのそばが一番かもしれんな。静かに。これは人の足音だ。はぐれた他の連中かもしれんが、万が一ということもある。俺が様子を見よう。さっきの賊のようだ。俺たちを探しているのか。お嬢さん、少し待っていてくれ。甲板での様子からすると癖はあるが会話を続けることは可能なはずだ。言葉の運び次第では有益な情報が得られるかもしれん。そうだな。お嬢さんには能力など使わなくても通用する力があることを知ってもらいたい。ここは俺の交渉術をしっかりと目に焼き付けておくことだ。念のためだお嬢さん。この扉を薄く開けておく。そこから見張っていてくれないか。さて、まずは一発お見舞いするとするか。いきなりなんだ。ハゲのおっさん、面白い挨拶じゃねえか。ああ、挨拶をするには名乗る必要があったな。俺はダンテだ。見ての通り荒事には慣れている。しかしさっきからおっさんおっさんと年長者に向かっての言葉とは思えんな。礼儀がなってないぞ。はあ、このボロ船にバズーカ撃ち込む方がどうかしてるぜ。ま、何発撃ったとこで変わんないけどな。何？今のは音だけだ。こんな挨拶もできるというなあ。それにもし本当に撃ったとしてもこいつはノルド製の船だろう。ならば簡単に沈むことはない。お前バスチェロファンタズマを知ってるのか。この船のことは知らんがバスチェロファンタズマのことなら船乗りの常識として知っている。あるものは天への船といい、またあるものは奇跡の船と呼び、その一方で呪いの船とも呼ばれている謎の幽霊船、またの名を巡回する幽霊船
と言ったか。詳しいな、おっさん。半分は予想だったが、その一言で確信に変わった。やはりこの船は九段の船か。哀れにも貴様がこの船に縛り付けられている理由は何だ。哀れだ。俺は由緒正しいこの船の継承者だ。俺は望んでこの船にいる。ほう、継承者か。喋りすぎた。お前が知っても何の得にもならない。それに用があるのはそこのイチゴ頭の方だ。お飾りならお飾りなだけ。俺の望む交渉の役に立つ。それにタロッコの力についても知ってるんだろ。ああ、ただ受け入れるばかりでは交渉は成立しない。だが泥棒と決めつけるのは早計かもしれんぞ。俺に言わせりゃどっちが泥棒だって話だぜ。誰かの後ろで震えているのがお似合いだぜ。イチゴ頭の箱入りお嬢さん。このお嬢さんの瞳を見て楽に勝てる相手ではないとわからないならたかが知れているな。錬金術使いの悪ガキ。ガキって年じゃねえよ。それと俺にはアッシュって名前がある。ならばアッシュ。そしてお嬢さんも冷静になれ。結論も聞かずに決めつけるのは良くない。力でねじ伏せるのは簡単だ。だがそれは結局その場しのぎでしかない。タロッコのことを知りたいようだが、それはもともと自分の一族のものだと言っていなかったか。それがどうした？タロッコの話をどこまで聞いているかは知らんが、俺たちの持っている情報と食い違いがあるかもしれんぞ。我々には話し合う余地も見出せると思わんか。骸骨か。お嬢さん、さっきの部屋に戻れ。今夜はこの辺が頃合いか。逃げるのかアッシュ。当たり前だろ。この状況でもまだ話し続ける気かよ。イチゴ頭の親父はタコみてえにしつこいな。これが親バカってやつか。確かに外見のこと以上の失礼な発言があったな。次にあいつを見かけたらお嬢さんの怒りを拳でぶつけておこう。しかし今は身を潜めることが先決だ。骸骨は言ったようだな。まったく好き放題引っかき回しおって。
嵐のような男だな、アッシュとやらは。だが、情報がいくつか揃ったぞ。甲板で聞いた言葉から推察するに、タロックを作り出した一族の出かもしれんな。と言っても、タロックの存在を知っている程度の知識に見えたが、あいつは闇雲にその情報を探しているだけのようだ。その先は自分でも分かってはいないのだろう。アッシュか。館で見たときに、あいつにあのあざはあったか？お嬢さんが最初に姿を見たときはなかったもの。やはり、スティグマータと考えるのが妥当だな。その能力や代償は、見ただけではわからん。スミレがいれば、タロックの意志から手がかりを得ることができただろうが、今の状況では無理な話だ。しかし、契約したとなれば、モンドやスミレに報告しなくてはな。まあ、あのひねくれた悪ガキがおとなしく従うとは思えんが。さっきの最後に言い返した言葉は傑作だったな。君が俺の分まで怒ってくれたおかげか、俺はそんなに答えてはいない。だから安心するといい。そうだな。君が君の意志で怒りを示したんだ。俺はありがとうと言うべきだった。どうしたお嬢さん、沈んだ顔をして。まあこんな状況だ。無理もない。ファミリーでは休むことも大事な仕事だと教わっているだろう。眠らなくてもいい。横になるだけでも疲れは取れる。そうだな。埃が気になるなら、俺の街灯を引けば少しはマシになるだろう。さ、お嬢さん。頭と体を休ませるといい。この戦争と動力炉。広さを表すものとは別に記号も書いてあるの。フェリチータ。すまない。起こしてしまったのなら謝ろう。海の男は時間は少なくても実のある休息を取れるもんだ。だから今はその気持ちだけ受け取らせてくれ。気の張っている状態が連続していたんだ。ゆっくり休むといい。これは命令じゃない。俺の願いだ。眠っている時に危険があったとしても、俺が全力で君を守ると誓おう。さあ、まぶたを閉じてくれ。フェリチータ、君の不服がわからないわけではない。お
お嬢さんと俺との距離は近づいているはずなのに、俺の方がそれを認めていないか。せめて今はいい夢を。